サウナチャンスを逃さない。ずっと髪にドライヤーを当てている状態と同じになる皆さんこんにちは。今更チャンネルの春菜です。いつも動画を見てくださってありがとうございます。今回はずっとやりたかったサウナアイテムの紹介をしていきたいと思います。ちょっと需要があんまりないかもしれないですけど、サウナもですし、あとお風呂とか温泉とかジムとかそういうところに行く時の持ち物としてももしかしたら参考になるかもしれないので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。で、私が使ってるサウナアイテムを紹介していくんですけど、ちょっと最初にお伝えしておきたいのは、全部なくても全然サウナは楽しめるっていうことです。サウナ行く時にこんなにいろいろ買わなきゃいけないのって思われたくないなと思っていて、私も最初は本当に気の身気のままというか、サウナって別にお風呂に入りに行くのと同じなので、タオルとかも借りられるし、本当にこのままいつも使ってる普段の基礎化粧品だけ持っていけば全然楽しめると思うので、ハードルは全然上げたくないんですけど、私みたいに週に何回も行ったりとかすると、単純に髪の毛とか肌とかの乾燥が気になったりとか、整いタイムを楽しみたかったりとか、あと毎回借りたりなんだりしてるとお金かかっちゃうので、そういう意味で、あるとよりいいよっていうアイテムをご紹介していきたいと思います。私もサウナ歴がやっともうすぐ1年ぐらいになりそうなので、いろいろ集めてきてお気に入りのものというのをご紹介したいなと思うので、よろしくお願いします。あと、よくお仕事の帰りに行く時に荷物かさばらないんですかっていうご質問をねいただくんですけど、そういう時は私本当に最低限のものだけを詰めたミニポーチみたいなのをいつもカバンに忍ばせてて、サウナチャンスを逃さないみたいな感じにしてるんですよ。なのでそれもちょっと後半で軽くご紹介できたらなと思っております。ということで動画スタート。では最初はサウナハットですね。これはサウナアイテムのド定番なんですけど、やっぱり私最初は全然サウナハット使ってなかったんですけど、髪の痛みっていうのがすごくて、でサウナハットを使い始めました。というのが、やっぱりサウナってサウナの種類にもよるんですけど、やっぱりドライサウナとかだとずっと髪にドライヤーを当てている状態と同じになるっていうのがあって、で私そのあたりの情報全然知らずにサウナ入ってて、めっちゃくちゃ髪の毛が傷んで美容師さんにすごい怒られたんですよ。でサウナハット導入したり、この後もご紹介するアイテム組み合わせたりして、でだいぶ髪の毛の痛みはマシになったのかなと思っているので、サウナハット超重要だと思ってます。今3種類を使い分けててご紹介したいと思うんですけど、まずですね、サウナハットの重要なポイントが私2つあって、1つは深さがしっかりあるっていうことで、それはなぜかというと、やっぱりしっかり深くかぶれた方が守れる範囲も広くなりますし、さらにちょっと顔まで結構隠れられたりすると、周りの方を気にしないで自分の世界に没頭できたり、よりサウナタイムに集中できるっていうのもあるので、この深さっていうのはすごく大事にしてるんですよ。でもう一つが厚さっていう意味で、この生地が厚ければ厚いほど髪の毛をちゃんと守ってくれるかなと思ってて、でこれはですね、松本湯さんっていう中野にある銭湯で買ったグッズなので、ちょっと普通に売ってないんですけど、これとかはメッシュが中にこう二重になってるので、すごく分厚くてしっかり髪の毛を守ってくれるっていうので、すごく気に入ってます。とはいえこれだけだとちょっと皆さんもネットで買ったりとかができないと思うので、他に使ってるのをご紹介すると、一つはこちらです。このちょっとチューリップ型になってるハットなんですけど、可愛いですよね。これはベージュの色味で、あとグレーと黒もありました。でこれはかぶってみるとですね、こんな感じになんかよりちょっと普通の帽子っぽくて可愛いですよね。テントサウナとか入る時にすごい合いそうなんですけど、これはさっきの中が二重になってるタイプなんですよ。なのでしっかり厚みあるし、見た目も可愛いし、干す時もこのタイプだとこうやって干しておくとすごい早く乾かせたりしておすすめですっていうのが一つと、もう一つ気に入ってるのが、これ一回確か Vlog でも登場したかもしれないんですけど、こちらのサウナハットです。これはね、残念ながら二重構造にはなってないんですけど、その深さがしっかりあるっていうのと、単純に可愛いっていうのも気に入っていて愛用してます。こんな感じでかなり深くかぶれるんですよね。これでタオル巻いたらもうバッチリ顔の乾燥も防げるみたいな感じでこれはですね、私気に入りすぎて1個も
ボロボロになって車で使いちゃって、新しいの最近買ったんですけど、なんとこのサウナマットも一緒についてくる。これで2490円なのですごいお得かなと思います。これはネイビーの色もあります。ということで、まずサウナハットですね。あとこんな感じのビニールの袋もついてきてるので、使い終わったものでちょっと濡れてたりとかしても畳んでしまっておけるというのも便利です。さっきのこっちもですね、こういうかわいいサウナタイムって書いてある袋がついてくるので、濡れた帽子もしまって帰れます。で、続いてなんですけど、これはこういうですね、シャワーキャップ、ホテルとか泊まったらあるところもあると思うんですけど、私セリアとか100円ショップで絶対売ってるので買ってて、サウナ入る時はこのシャワーキャップをつけるんですよ。だいたいサウナ行ったら髪の毛結んで、このシャワーキャップをこうこうやって広げて、全部髪の毛飛び出ないようにこの中に入れてかぶってからサウナに入る時は、さっきのこのサウナハットその上からかぶるっていう感じにしています。これによってだいぶ髪の毛が傷まなくなりましたので、ちょっとね、こういうシャワーキャップしてる人ってあんまりいないから変な目で見られるかもしれないんですけど、そんなことよりもヘアケアのためと思ってやっておりますので、おすすめです。続いてがサウナグッズといえばなんですけど、サウナマットです。サウナマットっていうのはサウナ入る時にお尻の下に引くマットですね。でこれは結構施設によってはコロナになってからなんていうんですか、こういうのを置いてくれていて使えるところもあるんですけど、サウナマット特になくて、前の人が座ったところにそのまま座るの気になるなとか、その一応ビート板みたいなの置いてあるけど、これも人の使ったのだと気になるなみたいなところもやっぱり衛生面上場所によってはちょっと気になったりもするので、私は自分のサウナマットっていうのを持って行ってます。でサウナマットは私はですね、じゃーん、こちらの折りたたみができるサウナマットを使ってます。普段これぐらいちっちゃくなるんですけど、使う時にこう広げて、あとは上に座るだけっていう感じですね。で私これちょっと使っておきながら、この厚みが出ちゃうのが私薄いのが好きなので結構気になってて、で最初はですね、こういう布のタイプのサウナマットです。これもすごいおすすめ。今治製になってるすごく気持ちいいサウナマットで、色もいろいろあるんですよね。私はこのグレーと茶色を持ってるんですけど、最初はこれを使ってました。これだったらすごくコンパクトにまとめられるしと思って使ってたんですけど、やっぱり布だとすぐびちょびちょになるんですよね。1回入ったくらいでもう汗だくだくなって濡れちゃって、その後びちょびちょなところに座るの嫌だなって思って、あんまりこれ逆に衛生的に良くないかなって思ったりしたので、こういうタイプのものにしました。これだったら使い終わったらすぐジャーって水かけて、ちょっとこんな感じで立てかけておいたりとかして、また次使うっていう感じでずっと清潔な状態で使えるのでおすすめでございます。もしなんかこのタイプでもっと薄いの知ってる方いたら教えていただきたいです。これ持ってる人めっちゃ多いですね。これおすすめです。で続いてがタオルなんですけど、タオルはですね、もちろん借りてもいいと思うんですけど、やっぱり毎回お金かかっちゃうので私は持って行ってることが多くて、これサウナーの方よく使ってるの多いんですけど、こちらです。可愛いですよね。サウナ部って書いてある。コンテックスという会社の木タオルって言われるタオルなんですよ。私もうこれ好きすぎてめっちゃいっぱい持ってるんですよ。サウナとか行くといろんな施設でロゴが違うやつとかもあったりして、いろんなカラー展開があって私は大好きで持ってるんですけど、これ何がいいかっていうと、とにかく薄いんですよね。薄くてちょっと普通のタオルより長めなんですよ。なのでカバンの中とかに入れて持っていく時にもかさばらないっていうのがまずすごくいいですし、大きめなのでしっかり体を覆ったりとか顔を覆ったりとかする時にカバーできるっていうのもいいですし、何よりすぐ乾くっていうのもいいんですよね。普段だったら洗濯機入れてで乾かしたら1時間半ぐらいすれば乾いちゃうんですけど、旅行先とか行ったりキャンプの時とかすぐにきれいに洗って乾かせないみたいな時にも一旦水洗いして乾かしておくっていうだけでまたすぐ乾いてくれる、この速乾性っていうのもすごく気に入っております。このロゴが本当に可愛いから見せたいんですけど、
こういう水風呂みたいなのと、こういう整い椅子とかオロポとかいろんなロゴがあって可愛いです。実はこれ今お見せしたのフェイスタオルサイズなんですけど、大きいバスタオルサイズもあるんですよ。これもすごく薄くて、使いやすい、肌触りもいいので、私はだいたい大きいの1つと小さいの2つ持って行ってます。なぜかというと、小さい方のタオル1つはサウナ内で使う、で大きい方のタオルと小さい方のタオルもう1枚ずつは上がってから使うっていう感じです。でサウナ内でどう使うかっていうと、顔をですね守るっていうのを意識してまして、サウナに行き始めた時にエステでインナードライがすごいことになってるって言われたんですよ。それもやっぱ顔のケアをちゃんとしてなくて、さっきから言ってるようにドライヤーをずっと浴びてるような状態で顔にかけ続けてたら乾燥やばいってなんかイメージできるじゃないですか。なのでサウナ入る時は私はこう顔を目以外ほぼタオルでこうやって囲うようにして入ってます。これで少しでも乾燥を防ぐっていうのをやっていて、なのでめっちゃ不審者っぽいんですけど、こうやってサウナハットかぶって、でこうやってタオル巻いて、こんな感じでこんな感じでいつもじーって入っているっていうスタイルです。で続いてがこちら、シャオミのスマートウォッチですね。これ一回買ってよかったものでもご紹介していますが、もう1年ぐらいサウナで使ってますが全然壊れることがないおすすめのスマートウォッチです。さっきのサウナハットとかマットとかこういうウォッチとかはサウナによってはそういうの禁止だったりするところもあるので、それは気をつけていただきたいんですけど、これいつも持ってサウナ行くようにしています。でなぜかというと、一つは時間を確認したいっていうのがあって、やっぱりサウナによっては時計が見づらかったりとか、どれぐらい入ったか分かんなくなっちゃうみたいなのもあって、結構私気をつけてるのは、ぬるめのサウナとかだとなんかずっといられちゃって逆に体にとって良くない状態になっちゃったりするので、どんなに長くても私は12分で上がるようにしてるので、その意味で必要っていうのと、もう一つはこれ心拍数が測れるので、心拍数の状況を見て心拍数がどれぐらい上がったかな、私だいたい140とか150ぐらいになったらそこからちょっとだけ我慢して出るっていう感じなんですけど、そういう心拍数の上がり方を見るためにもすごく役立つので気に入っています。このデザインも大好き。はい、続いて忘れちゃいけないのがスパバッグなんですけど、これも気に入りすぎて1回購入品で紹介したスパバッグです。ここに基礎化粧品系を全部入れて持って行ってます。このバッグ自体何がいいかっていうと、この中がですねメッシュバッグとこのビニールのバッグに分けることができるんですよ。なのでサウナ着いたらこれ取り出してサウナ内に持っていくもの、さっきのタオルとかマットとか、あとシャンプーとかリンスみたいなのはこっちに入れて持っていきます。でそこら辺にかけたり置いたりするっていう感じ。お水とかもここ入れて、でこっちにはお風呂上がりに使う化粧水とかそういう濡れたくないものをこっちに入れておきます。そうするとお風呂に入るときはこっちに必要なものだけ入れて持っていって、ちゃんと水がはけるんですよね。着替えてる間とかも水はけがいいとこ置いておいて、で全部終わったらまたここにしまって帰るっていう風にすればカバンの中が濡れないっていうので、しかもお家帰ってからもこのまま干しておけば乾いてくれるからすごく便利なんですよ。これ気に入って使いすぎてちょっとこの辺破れてきちゃったという感じで、中にはポーチが2つ私は入れてるんですけど、これはネットで買ったメッシュのポーチ、やっぱ何かと水はけがいい方がいいのでメッシュポーチを使ってます。こっちはですね無印のペンケースなんですよ。ここにシャンプーとかリンスとかボディーソープとかお風呂の中で使うものっていうのを全部入れてます。シャンプーとかリンスとかこんな感じでですね、これボディーソープなんですけど、この無印良品の小分けチューブ、これがすごく便利で、このサイズともう1個小さいサイズ、これ化粧落とし入れてるんですけど、この2つがあるとだいぶ便利なのでどっちもおすすめなんですよ。ここに全部入れ替えてるのと、洗顔とかクリームとかはこういうダイソーとかに売ってるケースに入れて持って行ってます。でこっちの方には一応カラビナをですね、もうこれも100円ショップとかに売ってるんですけど、カラビナつけててここに取っ手みたいのがあるので、ここの部分こうしておくとちょっと
シャワーのところにピュッてかけておいたりとか引っ掛けておいたりとかすることができて、ちょっとこれもビチャってところに置いておくと衛生的に気になるので、そういう風にかけたりできるようにできて便利です。衝撃、気づかなかった、破けてる、入れすぎてこっちはですね、その化粧水とか乳液とかそういうのを同じようにこういう小分けチューブに入れて、で持っていってるっていう感じです。ちょっと細かい話は割愛しますが、普通にいつも使ってる化粧水とかクリームとかオイルとかそういうのを全部詰め込んで持っていっております。そんなところかな。あと肌を守るために絶対サウナ後は私はパックをやっぱり忘れずしてます。この辺りですね、お気に入りのオルフェイスとかいつもご紹介している基礎のパックとかは必ず今のこのカバンの中にですね入れて持って行ってて、でおすすめはこれもセリアでいつも買ってるんですけど、パックの上からつけるシリコンマスクですね。これをサウナ行った後って化粧水とかして髪乾かさなきゃいけないんですよね。で時短のためにパックをつけてこのマスクをして、でその間に髪の毛を乾かすみたいな感じで、このセット持っていっておけば時短でしっかり乾燥してしまった肌に潤いを与えられるので、そういう意味でもパックは絶対重要です。あとちょっと番外編にはなるんですけど、サウナに行ってその後ちょっとお化粧してお出かけをするみたいな時とかはこれにプラス化粧品とかを持っていて、そこで化粧もするんですけど、コテとかって気になるじゃないですか。髪の毛で使ってるのが、私はこちらのポータブルのコテストレートアイロンですねを使っています。これUSB で充電をしておけば全然1回分2回分もっといけるか、温度も160度から200度まで変えることができて、しっかりヘアセットすることができるので、その後にお出かけあるとかっていう時は化粧品とこういうコテとかも持って行ってたりしますね。結構私はすっぴんのまま飲み行ったりすること多いんでそのまま出かけちゃうんですけど、一応番外編としてこのケースもねコンパクトでちょっとした出張とかキャンプとかにも使えるので、これもおすすめです。最後にお仕事の帰りとかにサウナに行く時、もうサウナ部とか今日はサウナ行くぞって時はさっきのセットをもうトートバッグに入れて私は持っていくんですけど、なんか今日もしかして行けたら行きたいなみたいな時とかはかさばっちゃうので、これもですね無印のペンポーチなんですけど、メッシュでこれもお気に入りです。でこれの中に必要なものを全て詰め込んで持って行っています。化粧落としとか化粧水とかはですね、結構私は試供品でいただいたものとかこういうのを結構化粧品買う時に必ずクレンジングと化粧水と乳液を使ってみたいですっていう話をしていただくことが多いので、そういうのを持っていくのと、でシャンプーとかリンスもこういう袋のやつですね。これはドラッグストアとかにたくさんいろんな種類売ってるので、ドラッグストア寄ったらなんか気になるのないかなって見て結構ストックしてるんですけど、こういう袋タイプのものと、ボディーソープもですね、これは私 Amazon で買ってるんですよね。ボディーソープのこのパウチってあんまりドラッグストアに売ってなくて、なので私はこれたくさん入ってるやつを Amazon で買ってます。あとさっきのパックとか、あと洗顔はですね、このオバジの酵素洗顔パウダー、これオバジじゃなくても他にも酵素洗顔のやつあると思うんですけど、これすっごい気に入ってて、こんな1個がちっちゃいんですよ。だから全然かさばらないので、しかもお肌ツルツルになるので、これもポーチの中に入れておくのと、あとオイルもですね、こういうカプセル状になってるやつわかります？これもドラッグストアで売ってたり100円ショップでも私売ってるの見たことあるんですけど、そういうこれぐらいちっちゃければオイルもすごく場所を短縮できるので、このオイルとかも入れて、あとさっきのスマートウォッチとかも入れて、あとですね、私その着替えの時に下着はって気になると思うんですけど、それ持ち歩いてると面倒くさいんですけど、やっぱりパンツだけは変えたいじゃないですかちょっとリアルな話ですいません。なのでパンツだけはユニクロのシームレスパンツみたいなの、これ本当に薄くてこの中にも入れられちゃうんですよ。なのでそれを入れておいて、パンツだけは変えられるようにしてます。でもうこれだけ、あとさっきのシャワーキャップですね、シャワーキャップも入れて、これだけを会社にいつも持って行ってカバンの中に忍ばせてるっていう感じです。でさっきのサウナマットとかサウナハットとかタオルとかはもう諦めるっていう感じですね。タオルはどこの施設でも必ず借りられるので、その時はタオルを、全部で3枚借りていて、で
さっきサウナハットしてたところはタオルで代用するっていう感じですね。シャワーキャップかぶってタオルでもう巻きつけちゃう。それだけでもやっぱりないよりは絶対あった方がいいので、でサウナ入る時はもう1枚のタオルで顔を覆う、でもう1枚のタオルで上がったら拭くみたいな感じで全然代用ができるので、お仕事帰りとか行く時はもうこれ一つだけで行っちゃいます。全然かさばらない、もっとちっちゃいポーチでもいいかもしれないぐらいですね。のでおすすめでございます。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと喋りすぎて長くなっちゃったかもしれないんですけど、以上私が使っているサウナアイテムをご紹介させていただきました。もしこれもおすすめですとかあったらもういっぱいいっぱい試してみたいので、また教えていただけたら嬉しいなと思いますし、ぜひぜひですねサウナライフを皆さんと一緒に楽しみたいなと思っております。最近はちょっと入りすぎにだけ注意して頻度も抑えるようにはしてるんですけど、はい引き続きですねメンタルのためにも体のためにもサウナ楽しんでいきたいなと思います。ということで本日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。They never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here